皆さんこんにちは。今日も行政書士の新先生と一緒にお話をします。はい、行政書士の新です。よろしくお願いします。先生、前回の動画では留学ビザについてお話を伺いましたが、今回は外国人の方がお店を始めたり会社を作ったりする開業起業についてお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。日本語スタジオ。私は今オンラインでいろいろな国の人たちに日本語を教えていますが、多くの学生たちが日本が好きだからいつか日本に住みたいと言っています。中には家族で移住したいという人もいます。最近は介護の現場や工場、ホテルなどで働く特定技能外国人と呼ばれる人たちも多いですが、やはり若い人が多いかなと思います。実際ある程度年齢が高くて仕事の経験やスキルもあるような外国の人が日本に住むためにはやはり仕事という手段がいいと思います。日本の会社に就職するのは語学力があれば問題ないでしょう。ビザや保険のことなどは会社がしてくれますので。でも日本に頼れる人もいない、日本語もあまりわからない、そんな人が例えば日本でお店を始めたい場合はどうなんでしょうか。先生に聞いてみましょう。じゃあ、先生、例えばインド人の方が大阪でカレー屋を始めたい場合、先生はどのような案内をされるんでしょうか。はい、インドの方が大阪でカレーショップをしたい場合ですね、まず、在留資格というものがありまして、その中で、適合するものを考えますと、カレーショップを始めるとなると経営管理っていう在留資格があります。経営管理という在留資格は、もう読んで字のごとく会社等を経営してもしくは管理するという在留資格です。ですので、まず会社を作ってでその会社が、カレーショップをするというようなことになります。それはそのインド人の人はすごくカレーを作るのが上手で、日本で自分の店を持ちたいと思うんですけど、カレーを作ることもできるんですか。最初に申し上げた通り経営管理ですので、あくまでも経営ですので、お店に出てで、カレーを作るということは、できません。法律ではそれはできないビザということですね。はい、はい、そうすると、そのインド人の方は自分のお店のオーナーをして、日本に住んでいる、日本人や、外国人を雇うというようなことになるんでしょうか。はい、その通りです。なるほど、分かりました。実際先生はこれまでどのようなケースでその開業とかをサポートされてきましたか。はい、私たちの事例ではスリランカの方が、カレーショップをする、それから中国人の方がラーメン屋さんを始める、それからまた中国人の方が居酒屋を始めるっていうのがあります。それはでも全て経営管理のビザですから、基本ショップオーナーということですね。そうですね、はい、そうなります。実際先生の事務所に私は日本に住みたい、でも何も分かりません、助けてくださいというような連絡もよく来るんでしょうか。はい、そういった事例もありますはい、はい、そういう時はどういう案内にまずなりますか。本当に何にも分かりません、どうしたらいいですか、でも日本に住みたいんです。まず日本に住むには先ほどの在留資格が必要っていうことがあって、で生活していくための資金っていうのがいるので、日本で、
何か働き先もしくは、自分で会社を作るなど考えられてはどうでしょうかというような、アドバイスを行います。ありがとうございます。今この、私たちのチャンネル日本語勉強のチャンネルなんですけど、日本語勉強のチャンネルなんですけれども、はい、もちろん日本語が完璧じゃない人とかもいると思うんです。で先生の事務所ではちょっと日本語がまだ十分じゃないけど日本で働きたいんだというような人から例えば英語とか中国語で連絡が来ることもあるんですか？英語中国語で連絡来ることがあるんですけどもうちの方は英語と中国語には対応できないのでその片言の日本語でお話をいただいて、で、分かる範囲っていうのかな、で対応させていただいております。そうなんですね、はい、じゃあ先生もちょっとこれ日本語の話なんですが、この人はまだ日本語が十分じゃないなと思った時にやはり先生話す時に気をつけてることとかありますか？できるだけ優しい言葉優しい日本語でお話しするようにしております。そうですね、ありがとうございます。ではここ皆さんが知りたいところかなと思うんですけども、先生実際私日本でカレー屋さんをしたいと思ってから、大阪でお店を開くまでにどのくらいの期間が必要ですか？そうですね、まず在留資格の認定証明書っていうものが必要になりますので、それが大体それが発給されるまで、思われてから4ヶ月から6ヶ月ぐらいかかります。でそれが発給された後に日本に入国して、で入国後会社を作るっていうところに大体4ヶ月ぐらい必要なんじゃないかなというふうに思います。で最初の、認定証明書を作る、の申請の時には一番肝になるのが事業計画になりますので、この事業計画が甘いとこの認定証明書っていうのも、交付されないということになります。でしたらその最初の時はインドで自分で仕事のプランを考えて、まず私はこんな会社を作りたいです、こんなお店をしたいですという書類を作って日本の国に出すというところですね。でもその書類を作るのはすごく大変だと思うんですけれども、そういったお手伝いとかも新先生にしていただけるんでしょうか？もちろん私どもでさせていただきます。ありがたい、それはとても助かります。で、実際新先生に手伝っていただいて、プランを考えて日本に出したら、4ヶ月6ヶ月くらいで日本の国から、あなたは日本で仕事ができますよ、大丈夫ですよというビザをもらえるということですね。でそのビザを持って日本に来てそこから会社を作ると。ありがとうございます。会社を作る、日本で会社を作る時ももちろんいろいろと、手続きはありますよね。そこも、行政書士さんにお願いすれば、先生が助けてくださる。そうですね会社作るのはうちじゃないんですけども、司法書士っていう、資格の方先生がやっていただけるんですけども、そこと提携しておりますので、私どもにお願いしご依頼いただければさせていただきたいと思います。紹介してもらえるというようなことですね。わかりました、ありがとうございます。で今のケースだとインドに住んでいる人がインドでまず準備をしていたと思うんですけど、もうすでに日本に住んでいて違う、例えば会社員をしていたけれど自分のお店を日本で持ちたいという人の場合はどのような流れになりますか？そうですね、今と似たような形になるんですけども、会社勤めの場合は、擬人国っていう在留資格になるので、それから経営管理に在留資格を変更していただくという必要がございます。
これに、今3ヶ月ぐらいかかってるのかな、はい、3ヶ月ぐらいかかってで、お店を開くということになります。でちょっとさっきのケースと違うのは、すでに日本にいらっしゃるので先に、会社を作るということになります。そうなんですね、はい、先に会社を作って立ち上げて、私はこんな会社を作りました、 OK くださいというなりますね。で事業計画が必要っていうのはもう、はい、一緒です。でそこは、もしちょっと難しい場合はやはり行政書士さんに助けてもらって、一緒にサポートしながら作っていきたいと思います。わかりました、はい、心強いですね。はい、では先生、外国の方が日本でお店を開くとき、会社を作るときにはどういったトラブルがありますか？そうですね、日本では不動産お店を借りたりとか会社の事務所を借りたりするときに、ご本人一人だけではなくて保証人をつけてくれっていう場合がたくさんありますので、もし海外からお一人で日本に来る場合は、そのあたりですね、日本で保証人になってくれる方をまず探しておかれることがいいんじゃないかなというふうに思います。なるほど、何かちょっとコネクションがないと店を借りにくいということですね。ですね。わかりました。では皆さんも少し日本でお店を開いたり会社を作ったりする前はもちろん場所が必要なので、はい、誰か日本に住んでいて助けてくれる人を少し探してみる必要があるかもしれません。では先生、最後にこのビデオを見ている方にメッセージをお願いできますか？はい、私どもの事務所の方では外国人の方を中心としたサポートを行っております。特に日本に来られる方の在留資格のサポートをしておりますので、日本に来たい方、それから日本国内にいらっしゃってで在留資格のことでお悩みの方はお気軽にご連絡ください。よろしくお願いいたします。先生、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。そもそもビジネスを始めるのは日本人でもかなりややこしい複雑なことですよね。外国人ならなおさらだと思います。今回先生にお話を伺って行政書士さん先生方のサポートがあれば簡単にできそうな気がしてきました。皆さんいつか日本で働きたいと思っている方は困ったことがあれば何でもぜひ新先生に助けてもらってください。相談してみてください。質問などコメントもお待ちしています。ありがとうございます。さよなら。